ずんだもんと猫のパソコンその1分解編。皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。物置を漁っていたら昔使っていたパソコンを見つけたのだ。せっかくなので復活させて動画のネタにしようと思うのだ。まずは外観をチェックするのだ。お腹の部分がかなり黄ばんでいるのだ。右側は擦り傷や謎のシミがあるのだ。背面は錆がある。特にファンガードのあたりがひどいのだ。左側は擦り傷とへこみが少しなのだ。続いて内部をチェックするのだ。ロックを解除してカバーを外すのだ。フレームにも結構錆びがあるのだ。前面ファンは軽く回るみたいなのだ。背面ファンもスムーズなのだ。マザーボードなのだ。デザイン的にソケット7っぽいのだ。早く進めるのな。電源ユニットがついていないのだ。裏面なのだ。特に異常はないのだ。上側なのだ。ハードディスクがあるのだ。底面もまあ普通なのだ。それでは分解を始めるのだ。まずはフロッピードライブのケーブルを取り外すのだ。ドライブを固定しているネジを外すのだ。裏面のネジも外すのだ。外れたのだ。三菱電機の D35QT6 なのだ。普通の2モードなのだ。 1.44MB の 2HD と 720KB の 2DD のディスクに対応しているのだ。 PC98 で使われていた 1.2MB の 2HD は読み書きできないのだ。普通の方法ではね。続いて光学ドライブを取り外すのだ。ネジを外すのだ。IDE ケーブルを取り外すのだ。引き続きネジを外すのだ。外れないのだ。ネジが残っていたのだ。外れたのだ。これは DVD ロムドライブなのだ。逆さなのだ。栄養くんの DVD1648 AMH なのだ。読み込み専用 DVD ドライブなのだ。最大16倍速の読み込み速度でウルトラ DMA33 の IDE 接続なのだ。それくらいしか特に語ることはないのだ。今はね。
次のは CD 書き込みドライブなのだ。ディアックの CD W54E なのだ。 CDR と CDRW の書き込みに対応しているのだ。 CDR は1回限り書き込める CD で CDRW は何回でも書き換えできるのだ。これも IDE 接続なのだ。次はハードディスクを取り外すのだ。3.5 インチベイの周辺はケーブルが密集するからマウンタを使って上の5インチベイに取り付けてあるのだ。IDE ケーブルを取り外すのだ。残りのネジも外すのだ。外れたのだ。 Mac ストアの MA5TON060H6 なのだ。容量 60GB の7200回転なのだ。ウルトラ DMA200 対応の IDE 接続で最大 100MB 毎秒で転送できるのだ。ちなみに製造元の Mac ストアは2005年にシーゲートに買収されてもう存在しないメーカーなのだ。では次に進むのだ。これはビークスピーカーなのだ。起動時にピポッみたいなビーク音が鳴るのだ。マザーボードに何か異常がある場合には音の鳴り方によって教えてくれるのだ。外れたのだ。では次に進むのだ。これは全面ファンなのだ。冷却のために空気を吸い込む働きをするのだ。元は9センチのファンがついていたけど穴を広げて12センチに強化したのだ。外れたのだ。 X ファンの12センチ角最大2000回転なのだ。圧力重視で 38mm 圧にしてあるのだ。防振ゴムもあるのだ。次は背面ファンなのだ。空気の吐き出し用なのだ。ネジを外して外れたのだ。こちらも X ファンの12センチ角なのだ。排気側は電源ユニットと空気の取り合いになるので普通の 25mm 圧にしてある。なのでケースの穴も広げていない。こちらもゴムがあるのだ。では次に進めるのだ。フロントパネルにつながっているコネクタを外すのだ。これはリセットボタンなのだ。こっちは電源ボタンなのだ。電源ランクとアクセスランクも一緒についている。ケース前面のリボンの部分なのだ。では次なのだ。拡張ボード類なのだ。昔のマザーボードは装備がシンプルだから必要なものは拡張ボードで追加するのだ。最近のはグラボくらいしか指すものがないのだ。何か外れたみたいなのだ。グラフィックボードなのだ。
クしたりゲームの CG 計算に使うのだ。今は滅びた AGP バスに接続するのだ。製造元の ATI は AMD に買収されたけどラデオンのブランド名は残っているのだ。みんなも聞いたことあるのだ。これは LAN モードなのだ。 NIC ともいうネットワークに接続するものなのだ。グリーンハウス GH、EL100、LR なのだ。10Mbps と 100Mbps に対応しているのだ。リアルテックの RTL8139C を搭載しているのだ。当時評判がいまいちだった国製なのだ。これは IDE コントローラー、ハードディスクや光学ドライブを接続できるのだ。フロート志向の ATA133PCI V2.0 なのだ。シリコンイメージの SIL680 を搭載。 133MB 毎秒のウルトラ DMA133 対応なのでマザーボード上の IDE より2倍速いのだ。これはフロート志向の PCI なのだ。特に機能はないけどパソコンの電源ノイズが減るらしいのだ。安定性が増したり音質が良くなったりするらしいのだ。効果があるのかは私にもわからん。ハードオフで100円で売ってたのだ。フロート志向の旧ロゴのおっさんなのだ。これはサウンドボードなのだ。スピーカーなんかをつないで音を出すのだ。ラボウェイの X-Wave6000 なのだ。ヤマハ製の音源チップの YMF754R を搭載しているのだ。 PCM 音源の他に懐かしの FM 音源や XG 規格のミディ音源も搭載しているのだ。ヤマハのサウンドボード用チップ DS、XG シリーズの最終モデルなのだ。なくなって残念なのだ。次はマザーボードを取り外すのだ。固定しているネジを外すのだ。外れたのだ。エポックスの EP、MVT3 の G5 なのだ。VIA のアポロMVT3 チップセットを搭載しているのだ。ソケット7のベースクロックを 100MHz に引き上げたスーパー7のマザーボードなのだ。主に AMD の K6 シリーズの CPU で使われていたのだ。ソケット7と互換性があるから MMX、Pentium なんかも動くのだ。I、O パネルも外すのだ。ATX 用の汎用パネルだから必要のない穴は塞いであるのだ。マザーボード取り付け用のスペーサーを取り外すのだ。外れたのだ。ついでにマザーボード上のパーツも取り外しておくのだ。これはメインメモリなのだ。 SDR、SD ラムの168ピン DIMM なのだ。速度は 100MHz の PC100 なのだ。256MB の3枚が刺さっているのだ。
のだ。クーラーマスターのスーパードラコンなのだ。ソケット7用なのだ。今時の CPU ほど発熱しないから小さいのだ。CPU を取り外すのだ。 AMD の K62 プラス 550MHz なのだ。ソケット7最強 CPU の K63 プラスからセカンドキャッシュを半分の 128KB に減らしたものなのだ。演算性能だけならほぼ同じなのだ。ピンが曲がるといけないから再びソケットに取り付けておくのだ。というわけで全てのパーツの取り外しが完了したのだ。これだけのパーツが入っていたのだ。ここに置き忘れているものもあるのだ。このパソコンを復活させるにはこれらのパーツの清掃や動作確認が必要なのだ。糸間ができたらやっていくのだ。それとなくなっている電源ユニットも用意する必要があるのだ。使えるものがないか家の中を探してみるのだ。買うとお金がかかるのだ。これがケースなのだ。かなり汚れているから清掃や漂白が必要なのだ。次回以降やっていくのだ。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンを押してくれるとやる気がアップするのだ。また次回お会いしましょうなのだ。